はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、ついにですね、発売されました、Apple の AirPods Pro 第2世代ですね。こちらがですね、やっと届きましたので、今回はファーストインプレッションレビューということでやっていきたいと思います。AirPods Pro はですね、この第2世代が出るっていう噂が出始めてからもう結構経ちまして、当初ですね、結構噂されていた、このスティック部分がないモデルになるんじゃないかっていう話だったりとか、次世代の Bluetooth の規格である LE オーディオに対応するっていう話もあったりしたんですけども、その辺はなくですね、今回は今までと同じような外観のモデルとなっていて、LE オーディオはとりあえず今のところなしということになっているようです。今回はファーストインプレッションレビューということで、開封からスマホに接続してみて、一通り使ってみるところまでをご紹介していければと思っております。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まず開封の前にですね、スペックや価格ですね。今のところ分かっている部分に関してご紹介していきたいと思います。ノイキャや外音取り込みはもちろん入っていまして、ワイヤレス充電にも対応ですね。初代の AirPods の2021年モデルにはマグセーフ充電対応のものが出たんですけども、今回はですね、こちらが最初から入っているということで、マグセーフ充電に対応していますので、マグセーフ充電器にマグネットにくっつけてですね、充電することも可能です。もちろん普通のワイヤレス充電にも対応していますので、お手持ちのですね、ワイヤレス充電器があればそれに置くことでワイヤレス充電が可能です。で、あとは Bluetooth のバージョンが 5.3 で、対応コーデックは多分 SBC と AC のみとなっていると思います。こちらですね、後で Android スマホに接続してみてコーデック一応見ていきたいと思います。で、LE オーディオには今のところ何も言及されてないので未対応だと思いますけども、LE オーディオはですね、もともと対応していなくてもアップデートでですね、対応できるというものみたいですので、今後ですね、多分その辺もアップデートで入ってくるんじゃないかなと個人的には思っています。ドライバーは Apple が作った高変異ドライバーというものになっていまして、サイズなんかちょっとわからないですね。バッテリー持続時間はイヤホン本体で最大6時間、イヤホンケース併用で最大30時間、で5分間の充電で最大1時間再生可能となっています。もともとの AirPods Pro はですね、イヤホン本体でですね、最大4時間ぐらいしかバッテリー持続時間がなくて短かったんですけども、それがですね、最大6時間に伸びたということで、他の完全ワイヤレスイヤホンに比べるとまだまだですね、ちょっと短いんですけども、前作に比べて伸びているという部分になります。でカラーはホワイトのみですね。こちらもですね、レッドが出るんじゃないかっていう噂も発売直前にちょっとあったんですけども、結局ホワイトのみの発売となっています。でイヤホン防水規格は IPX4。で充電ポートはやっぱりライトニングのようですね。USB-C にはならなかったですね。で保証期間は1年間となっています。その他としましては、脱着センサーによる音楽の自動再生や一時停止なんかも行えます。Apple の H2 チップによる Apple デバイスとのシームレスな切り替えも引き続きもちろん可能です。それから空間オーディオなダイナミックヘッドトラッキングというものに対応していますので、頭の向きを変えた時に音のですね、聞こえてくる方向が変わらないというですね、機能も搭載されていますね。で価格なんですけども、現在 39,800 円となっていて、円安の影響でですね、いろいろなガジェットがですね、値上がりしている中で、今回はですね、4万円超えてくるんじゃないかっていう噂もありましたけども、ギリギリですね、3万円台に収めてきているということで、こちらはですね、結構好意的に捉えている方、かなり多いんじゃないかなと思います。はい。ということで、AirPods Pro 2ですね。まず開封していきたいんですけども、パッケージはこんな感じで、前から見るとですね、第一世代の AirPods Pro と変わらなくてですね、どっちがどっちかってわからないような感じのパッケージになっていて、裏に行きますとですね、この辺にマグセーフ充電付き AirPods Pro 第2世代と書かれています。こんな感じのパッケージになっていて、シンプルなですね、ケースになってます。で、裏に行きますと、こちらにピロピロを剥がすところがありますので、剥がしていきます。そしたらこちらですね、開けていくと、はい。こんな感じですね。まず付属品から見ていきますけども、この辺はですね、いつも通りだと思いますけども、簡単なクイックスタートガイドみたいなものが入っていて、こんな感じですね。Apple マークのステッカーなんかは入っていないみたいですね。USB-C to ライトニングのケーブルですね。いつものが入っています。イヤーピースがこんな感じで XS、SL のイヤーピースが付属しているので、M サイズは本体にもともとくっついていると思います。はい。ということで本体なんですけども、本体はですね、こんな感じのフィルムがついていて、フィルムを剥がしていきますと、はい、こんな感じですね。パッと見だとですね、かなり元々の AirPods Pro に近いケースになってます。こちらが第2世代。こちら右が第1世代ですね。こんな感じですね。若干分厚くなりましたね。AirPods Pro のイヤホンケース自体はちょっと分厚くなっていて、持った瞬間にちょっと分厚いなというのを感じました。
上から見た時のサイズはほぼ一緒ぐらいですかね。それでもちょっと大きくなっているかなという形になっていて、これはちょっと残念かもしれないですね。今回ですね、イヤホンケースにここスピーカーがついていて、ケースがなくなってしまった時とかですね、音を出して探すっていう機能がついたみたいで、そういうのが関係しているのかもしれないですけども、でこちらストラップの穴がついていたりもします。で、あとここにインジケーターがあるのと、後ろにリセットボタンがついてますね。で、下に行くと、こんな感じで、先ほどご紹介したスピーカーとポートがついているという形ですね。重さもですね、ちょっとずっしりくるような気がしますね。ちょっと後で重量やサイズは測定していきたいと思います。ケースを開けるとこんな感じですね。今ですね、音が鳴ったと思うんですけど、今のもですね、多分こっちのケースのスピーカーから音が出ているような気がしますね。イヤホンケースとイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていくんですけども、振ってみると、ケースの蓋は全然開くような感じがしないですね。ケースを開けるときはかなりですね、簡単に開けれるけども、振ってみるとですね、全然開かないということで、これはいいかなと思います。イヤホン本体のマグネットもチェックしますが、こちらもですね、全然外れる感じがなくていいですね。こういう縦にですね、収まってるイヤホンですと、ちょっと振っちゃうとイヤホンが外れてしまうっていう心配もあるんですけども、これだったらですね、十分カバンの中に入れといても変にですね、どっかに行ってしまうとか、カバンの中でばらけてしまうって心配もないかなと思います。イヤホン本体もですね、見ていくんですけども、パッと見はですね、第1世代か第2世代かわからないんじゃないかなという感じの見た目になってますね。また比較していきますけども、左が第2世代、右が第1世代ですね。こんな感じになっていて、正面から見た感じだと全然わからないかもしれないですね。これは人がですね、イヤホンつけてるのを見ても全然違いがわからないような感じになってるかなと思います。裏に行きますとこんな感じになっていて、裏に行くと若干の違いがあるかなと思います。ここのセンサーの部分ですかね、ここが大きさが違うっていうのと、上に行ってみてもここにこれもマイクの部分ですかね、マイクの部分が上に、第2世代の方はここにマイクがあるのと第1世代はないっていう形で、この下の部分に行くと逆に第2世代の方は何もないんですけども、第1世代の方はここにですねあるという形になっています。イヤーピースの部分を見てみると若干形が変わりましたかね。こう見ても形がですね少し違うように見えるかなと思います。ちなみにイヤーピースを外してみますと、イヤーピースを外してみるとこんな感じですね。若干変わったかなって感じはしますけども、大きくは変わらないかなっていう形ですね。スティックの部分なんかの太さなんかも持った感じは特に変わらないかなっていう感じがしています。こんな感じで見た目はですねかなり初代と近くて、本当に装着しているだけだと第1世代をつけているのか第2世代をつけているのかっていうのがわからないような作りになっています。イヤホンケースやイヤホンの重量やサイズを測っていくんですけども、全体の重さとしましては 61g ということで、若干重ためですね。第1世代の方ですと 56.4g でしたので、ちょっとですね重くなっていますね。私が持っている AirPods Pro の第1世代はマグセーフ充電付きのですねケースではないので、もしかしたらマグセーフ充電付きのものですともう同じような重さになっているのかもしれないんですけども、若干ちょっと重たくなっちゃいましたね。これはちょっと残念ですね。イヤホン両耳の重さは 10.7g ということで、片耳 5.3g から 5.4g ぐらいとなっていて、イヤホン本体は他の完全ワイヤレスイヤホンに比べても重たいって感じじゃなく、通常ぐらいの重さとなっています。で、サイズもですね、測定していくんですけども、まずケースのサイズですね。まずこの縦は 44.9mm となっています。で、横は 60.3mm となってますね。で、厚みなんですけども、ちょっと分厚くなったと言いましたが、21.7mm ほどとなっています。私が持っている初代の AirPods Pro ですと、21.6mm ということで、本当に少しだけですね違うという形ではありますけども、なんか持った感じだいぶですね分厚く感じるなっていう感じはするんですけどね、実際に測ってみるとほとんど変わらないという厚みになってますね。イヤホン本体も測定していきます。この耳に入る部分ですね、この縦の部分を測るとここは 15.5mm となっています。で、イヤホンが入る部分の横ですね、このプラスチックの部分測っていきますが、こう測ると 18.5mm となっています。で、厚みですね、なるべく分厚い部分を測ってみますが、厚みは 17.9mm となっています。そしてスティック部分ですね、スティック部分をこうですね根元の部分から測ってみるとこんな感じ 19.2mm となっています。こんな感じのサイズ感になっていますね。はい、それではですねスマホとですね接続して使ってみたいと思います。この AirPods Pro 第2世代がですねもうそろそろ出そうなので iPhone をですねこの機会に買ってみたんですけども、こちらですね使ってみたいと思います。このイヤホンケースを開けるとここに出てくるのかな。はい、出ましたね。こんな感じで AirPods Pro という表示が出て、ここからですね簡単に接続することができますね。接続と。
はい。ということでですね、簡単に接続することができました。この辺のですね、接続が簡単っていう部分はですね、かなりいい部分なんじゃないかなと思います。それではですね、ちょっと Android の方につなげばどのコーデックでつながるかっていうのがわかるので、ちょっとこっちにもですね、つないでみたいと思います。イヤホンケースの裏のリセットボタンを長押しすると、ペアリングモードになりますかね。音が鳴って、ペアリングモードになったと思うので、こちらですね、AirPods Pro のシャープ2って出てますね。こちらを接続してみたいと思います。はい、接続できました。やっぱり Android に接続してみてもこちらですね、AAC となっている通り、コーデックはですね、SBC と AAC のみという感じみたいですね。この辺はですね、想定内かなと思います。はい、ここまでですね、開封からペアリングまで使ってみましたけども、ここからですね、音楽を聴いてみたりとかですね、これ私個人的にはかなり気になっているノイキャンがですね、2倍強いっていうのはどんなもんかっていうのをですね、実際に電車に乗って試してみたいと思いますので、一通り使い終わった後に、またですね、感想をお伝えしたいと思います。はい。ということでですね、使ってきました AirPods Pro 第2世代なんですけども、もう次の日になっちゃいまして、1日ですね、がっつりと使い込んできました。外出して、地下鉄なんかにもですね、しっかり乗ってですね、ノイキャンの性能なんかもチェックしてきました。一通りですね、使ってみての感想としましては、しっかりですね、進化しているポイント、たくさんあるなぁと感じたんですけども、私個人的にですね、めちゃくちゃ気になるポイントもあったので、その辺もですね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、装着感なんですけども、装着感は AirPods Pro の初代と変わらないと言っていいので、初代持ってる方っていうのはですね、ここは見ていただかなくてもいいのかなと思うんですけども、初めての方にご紹介しておきますと、このですね、AirPods Pro の第1世代ってですね、結構イヤーピースの先っぽの部分が結構くにゃくにゃしていて柔らかくてですね、耳に入れた時にこの辺がですね、くしゃってなってるんじゃないかなって思うような装着感になっていて、そこはですね、他のイヤホンに比べると若干違和感はあるかなと思いました。ただこれがですね、ピタッと耳にくっつくので、頭をですね、大きく振ったりとかしても、あんまりずれたりすることもなく、しっかりとですね、耳にフィットして、運動なんかでも十分使える装着感になってるかなと思います。装着したところですね、横から撮るとこんな感じに見えまして、もう全然ですね、AirPods Pro の初代とですね、変わらない見た目になりますので、結構ですね、街中で AirPods Pro をですね、つけている方、見かけると思うんですけども、それとですね、同じだと思っていただければいいかなと思います。見慣れた見た目だなって感じはしますよね。装着したところですね、ちょっと斜め前ぐらいから撮ってみたんですけども、こんな感じになりまして、スティックと頬は完全に沿うわけではないので、ちょっとここが開くなっていう感じはしています。これもですね、見た目はですね、普段 AirPods Pro をつけている方のですね、見た目を想像していただければ同じだと思うんですけども、スティックと頬の間に隙間は空いているので、アクセサリーとかですね、ネックレスだったりとか、マスクの紐なんかここにですね、挟まっちゃうと、イヤホンがですね、外れちゃう心配もあると思うので、そこは注意していただければと思います。装着感はですね、運動なんかにも十分耐えられますので、運動でですね、使用したいという方も十分使える装着感になっていると思います。それから操作感についてなんですけども、操作は、この AirPods Pro はですね、初代もそうでしたが、この部分をつまんでですね、カチッて押すことによって操作をすることができます。で、この第2世代になってから目玉機能というかですね、音量の上げ下げがですね、できるようになりまして、音量の上げ下げをするときはこの部分を上とか下にスワイプすると、音量の上げ下げできるんですけども、これがですね、ちょっとやりづらかったかなと思いました。反応がですね、ちょっと悪いというか、結構しっかりとですね、上に上げるなら上げる、下げるなら下げるってですね、しなければいけなくて、これはですね、変にですね、今持っていてやってるんだったら、割とですね、やりやすいんですけども、耳に装着したまま上とか下にやろうとするとですね、音量の上げ下げっていうのがとてもですね、やりづらかったですね。慣れればもうちょっとでですね、もちろんやりやすくはなると思うんですけども、初日使ってみた感覚ですと、これで上下ですね、音量のですね、上げ下げするんだったら、もうスマホ側でやった方が楽だなっていうような操作感に正直ですね、なってましたね。個人的には期待したほどではなかったかなと思いました。スワイプできる箇所がですね、ちょっと小さいからなのかもしれないですけども、私としてはあんまりですね、やりやすいなとは思わなかったですね。続きまして、音質についてご紹介していくんですけども、音質はですね、かなりパワーアップされてるんじゃないかなと感じます。AirPods Pro ってですね、Apple デバイスとのシームレスな切り替えができたりとか、外音取り込みの性能とかがですね、めちゃくちゃ高くて、Apple デバイスと親和性が高いっていうことで、人気なモデルではあるんですけども、やっぱレビュアーの方とかですね、そういう方からすると音質はいまいちだっていう評価をですね、ずっと受けてきたイヤホンであったんですけども、今回ですね、第2世代になってですね、パワーアップは
間違いなくしてるなとは思いました。ドライバーも新しいものを積んでいたりとか、チップもですね H2 チップになったりして、その辺ですね音の迫力なんかも増してますし、解像感なんかもですねかなり増してるんじゃないかなと思いました。ただその音場の広さとかっていうのはそんなに感じなくて、結構空間オーディオの対応しているイヤホンって普通に聞いても音場が広かったりとか定義感がめちゃくちゃいいっていうですねイヤホンが結構あるなと感じているんですけども、AirPods Pro もですねもちろん空間オーディオ対応していて、そこをですね結構売りにしていたりもするんですけども、普通にですね音楽を聴いているとあんまりですね音場の広さっていうのはあんまり感じられずに、頭のですね周りで、音が鳴ってるなっていう感じはしています。音に関してはですねパワフルさみたいなのがですね結構増してるなって感じがしていて、低音域のアタック感だったりとか、高音域のですね、解像感みたいなものもかなりですね、良くなってるかなと思います。ただ、音のですね、一つ一つの輪郭がですね、はっきりとくっきりとしているかって言われるとそこまでじゃないかなっていう感じはしていますね。ですので、音質をですね、とにかく重視したくて、新しく AirPods Pro 第2世代が出たからどうなのかなって思ってる方にとっては、音質重視のモデルってもっとたくさんあったりするので、特にですね、このチャンネルでまだちょっとレビューできてないんですけども、直近発売したノーブルオーディオのフォーカス HANC なんかに比べるとやっぱりですね劣ってしまうのはしょうがない部分なのかなとは思います。ですので第1世代と第2世代でですね音質をですねとにかくパワーアップさせたいから買い替えるっていう方だとですね、その期待が大きすぎるとそこまでかなって思っちゃうかもしれないという程度の音質になっています。もちろん決して悪いわけじゃないんですけどね。もちろんパワーアップはしてるんですけども、飛躍的にめちゃくちゃ素晴らしいかって言われるとそこまでじゃないかなと感じましたね。続きまして、ノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、ノイキャンはですね、AirPods Pro 第2世代は前作に比べて最大2倍のノイキャン性能だよっていうのを強く推していまして、どのくらい強いのかなっていうのがかなり気になっていたところだったんですけども、今回ですね、ノイキャン使ってみて、これ確かにですね、やっぱ他のイヤホンに比べてもノイキャンかなり強いですし、トップクラスのノイキャン性能をしてるんじゃないかなと思います。具体的にですね、どんなものかっていうのをお伝えすると、街中を歩いていた時ですね、私昨日街中歩いてたらまだちょっとセミが鳴いていたところがあってですね、セミの鳴き声とかはやっぱかなりの高音なので、その辺なんかはちょっと入ってきちゃいますけども、基本的には街中歩いていてですね、音が気になって音楽がですね、聞きづらいとかそういうことはもちろんなかったですね。あと他に街中の音で聞こえた音っていうと、車がですね、自分の真横ぐらいを通った時に、音がですね、ちょっと聞こえるなっていうぐらいで、ちょっとですね、遠いところでしたら車の走行音も聞こえないぐらいの音をですね低減してくれる能力があるかなと思いました。ですのでちょっとですね道をですね渡ろうとした時にちょっと遠めの車がですね向かってくるかどうかっていうのは音だとわからないので、しっかりとですね見てから渡らないと危ないぐらいのですねノイキャン性能はしているかなと思いました。あと街を歩いてて気になったのは、昨日ちょうどですね帰りに雨が降ってきて、雨がですね傘に当たる音って結構ですね大きかったりすると思うんですけども、そういう音っていうのはまあ聞こえるかなっていう感じですね。それぐらいで他のですね街中の音っていうのはほとんど聞こえないぐらいのノイキャン性能になってますね。電車に乗った時なんですけども、電車に乗った時もですね走行音なんかっていうのはめちゃくちゃ大きくカットしてくれて、走行音ですと足から振動で伝わってくるような音みたいなものはちょっとですね聞こえてくるんですけども、それ以外っていうのはほとんどカットしてくれますし、結構ですね他のノイキャン搭載のイヤホンだと聞きにくい高音域の、レールが擦れるようなシャーって音なんかもかなり低減してくれるっていうのが、すごいポイントだなと思いました。アクティブノイズキャンセリングってそもそもが低音域には聞きやすいけど高音域には聞きにくいっていう特徴があったりもするんですけども、その高音域のですね車輪とレールが擦れるような音っていうのも結構消してくれて、音楽を聴いていればですねその辺全然気にならないぐらいのノイキャン性能をしていたので、これはですねすごいポイントなのかなと思っています。でさらにアナウンスの声なんかですと、曲が盛り上がっているサビの時なんかですと全然ですねアナウンスなんかも聞こえないっていう時も結構あったので、そういう部分でもかなりですねノイキャン性能高いと言えるんじゃないかなと思いまして、これはですね進化されてるかなと思いました。はい。で、続きまして外音取り込みなんですけども、外音取り込みもやっぱりですね AirPods Pro は初代からかなり評価が高かったポイントではあったんですけども、今回もですね外音取り込みは素晴らしいというか、音がですねかなり大きめに入ってくるなって感じがしています。外音取り込みにしておけば、音楽を聴いていてもですね、もちろん電車のアナウンスの音とかですね、コンビニやスーパーでの会話なんかも十分できますし、例えばですね外を歩いている時にリュックの金具なんかがですねカチャカチャ当たってるような音みたいなものっていうのもかなりですね綺麗に聞こえるという
か、逆に大きめな音で聞こえるぐらい、しっかりとですね、外の音を取り込んでいます。ただ、この外音取り込みはですね、他のイヤホンであるような外音取り込みの強さっていうのは調整できないので、それがですね、いいのか悪いのかって部分はあるのかなとは思います。このイヤホンの外音取り込みってですね、音がかなり大きいので、大きすぎるなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、そういう時のですね、調整っていうのはできないような作りになってますね。はい、続きまして、通話性能なんですけども、こちらはですね、いつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは Apple AirPods Pro 第2世代と iPhone を接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。こちらもですね、十分な音質はしているかなと思います。AirPods Pro は外音取り込みも優秀だっていうのもあって、マイクはですね、かなり優秀なのか、十分ですね、重要な会話をしても、違和感なくですね、聞こえる音質をしているんじゃないかなと思います。はい、ということで、ここまで Apple AirPods Pro 第2世代のレビューを行ってきたんですけども、ここからですね、1日使ってみて気になった部分もですね、あったので、ご紹介していきたいと思います。まずですね、1つ目の気になった部分なんですけども、これですね、一番気になった部分というか、これちょっと大丈夫かなって思った部分があるんですけども、外でですね、昨日一日使っていて思ったのが、Twitter にもですね、ちょっと書いたんですけども、プチプチとですね、ノイズが入るっていうことがですね、結構あったんですよね。100% じゃないんですけども、iPhone 側をですね、なんかするときとかですね、例えばロックを外すときとか、そういうときなんかっていうパターンがちょっと多かった気がするんですけども、なんかプチプチですね、ノイズが入って不快だなっていうのがありました。以前ですね、初代の AirPods Pro の時に、イオンが鳴ったりとか、ノイキャンでですね、急に音が大きくなったりするみたいなことがあって、リコールというかですね、交換対応をしているというのがですね、話題になってましたけども、あれに近いんじゃないのかなっていうのは思いました。ちょっと他の YouTuber さんの動画って私まだ見てないので、他の YouTuber さんがその現象に合ってるのか合ってないのかっていうのもわからないんですけども、私の場合ですね、結構気になりましたね。で、これノイキャンにしてるからこういう音が鳴るのかなと思ってオフにしたりとか、外音取り込みにして使ってみたりすると、その時はですね、現象としては少なくなる気がするんですけども、それは外の音が入ってきてるからごまかされちゃってるのかどうかっていうのは分からなかったんですけども、結構ですね、気になった部分でしたね。アップデートで治るものなのか、初代のようにですね、交換対応っていう形になるのか、これがですね、もし仕様だっていうのであれば、私は AirPods Pro は全然お勧めできないなっていう結論になっちゃうぐらいのものだったので、ここはですね、ちょっと注意していただければいいかなと思います。私のですね、この AirPods Pro の初期不良なだけなのかもしれないんですけども、その辺はですね、ちょっと Apple に問い合わせてみようかなって思っています。他のですね、方々でも同じようなことが起きるんだったら何かしらですね、Apple が対応してくれるとは思うんですけども、ちょっとですね、かなりここは致命的な部分ではあるかなと思いましたね。気になった部分の2つ目なんですけども、先ほど操作感のところでもご紹介しました通り、イヤホンのですね、スワイプ動作で音量の上げ下げができるようになったというので、結構ですね、期待している方も多いと思うんですけども、私の場合はですね、かなりやりづらくて、ちょっとですね、慣れるまではかなり時間がかかりそうかなっていう操作感になってましたね。スワイプ操作で音量の上げ下げをするんだったら、スマホをですね、取り出して、スマホ側でやった方が楽だなって思うぐらいのやりづらさになっていたので、ここですね、もうちょっと改善してほしいなっていう部分ではありますね。3つ目のですね、気になった部分なんですけども、AirPods Pro ですね、初代とですね、形がほぼ一緒なので、初代使ってる方はあんまり思わないかもしれないですが、イヤホンですね、取り出すときですね、結構 AirPods Pro ってツルツルしてるので、滑ってしまうことっていうのがですね、結構あって、ちょっと取り出しづらかったなっていう部分ではあります。他のイヤホンに比べると、ちょっとですね、取り出しづらいなっていう部分はありますね。はい。ということで、今回 Apple AirPods Pro 第2世代のレビューを行ってきました。ファーストインプレッションレビューということでですね、やっていた割にかなりちょっと長くなっちゃったんですけども、今回はですね、ここまでとなります。ちょっとですね、気になった部分でご紹介したプチプチ音が鳴っちゃうっていうのがですね、かなり気になる部分なので、ここはですね、他の YouTuber さんの動画をですね、これからちょっと見てみて、同じことを言ってるのかどうかっていうのを見ていきたいと思うんですけども、他の人がですね、言ってないんであれば、私が購入したこれの個体差というか、初期不良だった可能性もあるので、その辺ですね、一つのですね、参考として見てもらえればと思います。これからですね、Apple にちょっと問い合わせてみようとは思いますけども、もし何かですね、進展なんかがあれば、このチャンネルではご紹介していきたいと思います。基本的にですね、初代に比べてパワーアップしている部分というのはですね、やっぱりあると思うので、ノイキャンもですね、強くなってますし、音に関しても、やっぱりですね、パワフルさっていうのを結構アップしていたりするので、そういう部分ですね、これから AirPods を買うってなると、初代のものはもう Apple 公式だと売ってないと思うので、こちらになっていくと思うんですけど
も AirPods Pro 第2世代を待っていたっていう方にとっては、待望のですね、新製品だと思いますので、今回の動画を参考にしてみてください。はい。ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。